はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。いよいよですね、本日から1ヶ月集中技術アップ講座ね、スタートです。で、本講座に入る前にですね、ちょっと連絡事項をね、先にしておきます。はい、今日の流れです。まずね、先に連絡事項をね、2つあるので、これをお伝えしておきます。そしてそれが終わってから、本日の講義、そして最後課題をね、付与して、スタートしていきたいなと思います。まずね、連絡事項なんですけども、登録したのにメールが届かないっていう人がね、数名いると思うんですね。で、そういった方は、LINE の方から僕にね、メールが届かないんですって連絡をください。で、僕の公式 LINE にまだ登録してないんですっていう人がいたら、この動画の概要欄にリンクを貼ってあるので、そこからね、登録をして、LINE の方から連絡ください。そしたら僕がログインに必要な情報送りますので、それで入れますんで。必ずそれをやってください。じゃないと、せっかくね、参加してもらってるのに、作品もね、アップできないし、添削くんも使うことができないので、非常にもったいないのでね、まだこのサイトが開けてない人はね、連絡をください。はい、それでは次。全般日程についてね、一部変更したのでご連絡します。本日8月18日から最終日がですね、9月の11日の動画で終了となります。なんだけど、このサイト自体は9月の18日までね、延長して使えるようにしました。ではね、第1課題から説明していきます。まず本日、動画については19時、今皆さんが見てくれてますね。ここをアップして、で、最後、課題を付与するので、それを見て、このね、5日間、日曜日まで時間があるので、その中で作品作りをしてもらって、必ず日曜日の23時59分締め切りとなっているので、そこまでに課題を提出してください。で、課題はどのように提出するかというと、はい、これサイト画面ですね。サイトの中にこの第1課題、第2課題、第3課題ってあります。でこの第1課題だったら、第1課題のページを開いてもらったら、ここに課題提出ページってあるので、これを押してください。すると、ここにね、注意事項が書いているので、あと、課題の提出要領も書いているので、ここにコメントを入れてください。で、このコメント欄もすでにね、このように、ただ入れ込んでいくだけになっているから、これを書いて提出。そして写真をね、添付してください。写真はね、この写真マークを押したら、写真選べるので、それで添付してください。で、ここに僕の記入の一例があるので、これを見てもらえばね、わかると思います。こんな感じでコメントを送ってください。で、必ず日曜日にこれをアップしなきゃいけないっていうことではなくて、早い人だったらね、1日で終わってしまう人もいると思うから、そういう人は終わった段階でこちらにね、提出してもらって構いません。で、次、ここに添付する写真なんですけど、添削くんを使って、モデルの写真と作品の写真を並べた写真、そしてそれをこの写真の部分だけアップにした状態で切り抜いたもの、それでね、送ってくれると助かります。どうしてもね、やり方がわからないって人は、添削くんの画面そのままね、スクショでもいいんですけど、できるだけこっちでお願いします。はい、じゃあね、スケジュールの方に話を戻して、日曜日提出になります。翌日、僕が皆さんの作品を見て、チェックをして添削をします。で、その添削の動画を火曜日19時ですね、YouTube の方で一般公開をします。で、第2課題を最後ね、付与します。そしたらまた皆さんは、この5日間を使って、作品を作って日曜日提出をしてください。要領については同じです。次は、第2課題なので、第2課題のページを開いてもらって、ここの提出ページから提出をしてください。次、同じように、3回目の動画は9月1日の19時配信になります。これも、第2課題の公開添削をするのと、最後に第3課題の付与をします。で、ここから注意です。いつもは日曜日提出なんですが、この第3課題についてはちょっと時間がかかる課題にしているので、提出日を火曜日8日としてみます。なので、ここ間違わないようにしてください。で、ここで提出してもらったものを僕が9、10とね、この2日間かけて見させてもらいます。というのもですね、今回の参加者200名を超えていてです。僕一人で見るにはちょっとね、どうしても時間がかかってしまうので、ここは2日間もらっています。で、最後の動画については9月11日金曜日。これも19時配信となります。
で、ここで第3課題の公開添削と、最後ね、僕から皆さんに、今後こんな練習をしていったらいいよみたいなね、アドバイスができればいいかなと思います。で、さっきも言いましたが、ここで皆さんの作品提出とかそういった参加自体は終わるんだけれども、このサイトは9月18日まではね、閲覧することができるので、これまでのアーカイブを見たり、添削くんをね、使って作品作りに役立ててもらったり、いろいろとね、活用してください。はい。というところでね、連絡事項は以上になります。はい。ではね、いよいよ本題に入っていきます。本日のね、第1回目の講義です。で、今日はね、大きく3つの話をしようと思っています。一つは、犬や猫を作るときって、パターンっていうかな、型があるので、ちょっとね、それは基礎知識として覚えておこうと思うので、そこの話をします。で、2つ目に、作品作りでめっちゃ大事になってくる基準の捉え方の話をね、していきたいと思います。で、3つ目に、僕が実際写真を見るときにどういう風に読み取ってるかっていう話をね、実演じゃないけれども、ちょっと画面を通してね、説明しようかなと思ってます。で、最後、第1課題を付与します。そんな流れでね、いきたいと思います。で、このね、1ヶ月集中技術アップ講座をやる目的っていうのは、これまでもね、動画出してきて同じようなこと言ってるんだけども、とにかくね、僕は作品作りのためにいろんな技術を学ぶのはとてもいいことだよ。とてもいいことで、必ずやらなきゃいけないことなんだけど、でもみんなそれだけしかやってない。で、それだけだと技術を手に入れるだけじゃ足りないのね。で、何が足りないかっていうと、そもそも自分の持ってる基礎的な部分っていうかな。スポーツで言ったら基礎体力の部分、基本的な体の動かし方の部分、そこをしっかりと使ってから技術を覚えていかないと、せっかく覚えたものが使い切れてないよみんなっていうのを言いたいわけね。でも逆に、そこの基本的な力が強い人っていうのは、何も習ってないのに、始めたばっかりなんですっていう状態でも、そこそこ上手な作品作れちゃうんだよ。だから、作品作りに必要なこと、上達に必要なことっていうのは、技術の習得よりも、自分の中の持ってる能力を引き上げること。まずそこが先なの。で、このね、1ヶ月集中技術アップ講座っていうのは、みんな自分の中に持ってるその力、それを存分に使ってみて、ちょっとその能力をね、ぐっと引き上げてみよう。この短期間で。実質3週間だよ。3週間でも、絶対に作品の作り方変わるから。それを体験してもらおうっていう講座です。この1ヶ月で皆さんに身につけてほしいことがね、これなんですよ。身につけてほしいっていうかね、必ず使って体験してほしいことっていうのは、このサイクルをね、やってほしいんです。まずね、作品、モデル、これをね、しっかり自分で見るっていうこと。徹底的に見る。そして、何が違うのかとか、どうしなきゃいけないのかっていうことをしっかり自分で考えること。で、次に、じゃあこうだから、こうしてみようっていうふうに決断してやってみること。このサイクルをやることだよ。これが作品作りにおいてめちゃくちゃ重要なの。みんなね、これをやってないから、だからなかなか上手くなっていかない。やってないわけではないんだけどね、みんなもやってるんだけれども、これがね、もっともっと意識して、もっともっと使ってあげないと。このイメージの話も僕はよくするんだけども、人間ってイメージできていないことを形にしたり、体で動きに表したりすることっていうのは絶対にできない。なぜならイメージできてないから。簡単だよね。ものすごく当たり前の話。例えばさ、分かりやすいのはマイケル・ジャクソンのムーンウォーク。あれを分かる人と分からない人いるよね。で、実際にできる人とできない人いるよね。で、あの動きを見て、こういうメカニズムで動いてるよねって理解できる人は、イメージがしっかりできてるから、もうそのまますんなりできると思う。で、あまりうまくできないけど、ぎこちなくだけどなんとなくできるっていうのは、それなりにイメージできてるからだと思う。でも、全くね、あの動きが理解できない人は、どうやってやったってさ、全然できないじゃない。あれと一緒だよ。だから人間ってイメージできてないことは絶対に表現できないの。だから作品作りも同じなの。これから形にしようとしているもののイメージがぼんやりしてたら、それはぼんやりした作品になるよ。しっかりと頭の中で、ここって膨らんでるよね。でもここはへこんでいて、この一部分が尖ってるよね。じゃあこうしなきゃいけないよねっていうふうにイメージができてるから、手がすんなり動いてその形を作ってくれる。ただそれだけ。
で、なぜイメージできる人とイメージできない人がいるかっていうと、これはね、答えは一つで、そのことについての情報量の違い。要は、ダンスが得意な人だったら、その経験があるとかね、動き方を知っているっていう人。で、それはイメージできるよね。でも、全くそういうことをやったことがない人は、全くイメージできない。ただ、その情報量の違いなだけ。だから作品作りも一緒で、犬や猫を作るときに、例えば多いのは、後ろ足をうまく作れない人って多いんだけれども、なぜ後ろ足が作れないかって言ったら、後ろ足の形がどういう風になってるかイメージできてないからなんだよ。イメージできる人っていうのは、例えば、小さい頃から動物の絵を描くのが得意だったとかさ、動物の絵本をよく読んでいたとか、とにかく犬や猫の体の構造に対してそういった情報に触れる機会が多かっただけで、いまいちその作り方がうまくいかないっていう人は、例えばさ、猫をねずっと小さい頃から飼ってるけど苦手だっていう人もいるじゃない。じゃあそういう人はなぜかっていうと、絵に描いてみようとか、多分そういうことをしてなかった人だと思うのね。粘土で作ってみようとかさ、そういう風にしてみようって思ってたら興味があるからね、観察してるのその時に。でもそういう風に猫とかは犬は大好きなんだけども、そういう視点で見たことがないから、それだと情報は入ってこないから、だから情報の蓄積が違うよねっていうだけの話なの。これから皆さんがこう何かね作品を作る時に、例えば初めて作る犬種だとかね、初めて作るタイプの猫だとかっていう風になった時に、この子どうやって作ればいいだろうって悩むじゃない。その時にみんなね、そこで悩んで終わるんだよ。違うの。じゃあね、その子分からないんだったら徹底的に調べるの。ネットで何ぼでも検索できるじゃない。足の裏どうなってるのかな、この犬の特徴はとかさ、あるいは同じような犬種探して動画を見たり写真を見たりとか、いろんな風に情報なんて今の時代何ぼでも取れるじゃない。それをやってないのみんな。だからイメージができない。うまく作る人は自分が分からない不明な点を潰していくの。だから調べる。それをやってない。そこをやるようにすると、もうそれだけでもすごく変わる。はい。というわけで、ちょっとね、情報が足りないとやっぱりなかなか作っていけないっていうことで、ちょっとね、基本的な、ここは覚えておいた方がいいよっていうね、形のね、理解の話をね、犬と猫でしておきたいと思います。これは僕がこういうふうに見てるよっていう話なんだけども、まずはね、犬はね、この5つのタイプに分かれると思っていて、まずこんな感じの標準的な感じ。まあ、柴犬とかさ、ハスキーなんかもそうだよね。この分類に入るよね。で、次に顔の潰れた感じの子。パグとか、フレンチブルドッグとか、そんな感じ。ペキニーズとかもそうだよね。レトリバーとかさ、あと、セントバーナードもこっちに入るかな。だいたい、この系統だなって分けれるじゃない。で、あと、面長の子。例えば、ボルゾイなんかもそうだし、コリー犬、それからミニチュアダックスもどちらかというとこちらに分類されるなって思う。で、あと最後はね、小型犬。チワワとかトイプーとかポメラニアンとか、まあそんな感じで分類できるなっていうふうに思ってるわけ。どうだろう、みんなもなんかそうやって言われたら、なんとなくわかるって感じしない？まあこの5つのタイプで分けてみておけば、大体の犬作れるんじゃないかなと思います。例えばさ、ミニチュアダックスは作ったことがあるんだけども、次ね、ボルゾイを注文された。でも作ったことないからどうしようってなった時に、でも、この分類だから作り方ほぼ一緒だよね。まあちょっとね、パーツの長さとかね、形は違うけども、まあ大体作り方一緒だよねってなったら作りやすいじゃない。っていう風に、一つの型じゃないけれども、こんな感じで分類できるなって思っとけば、あんまり作品作りで悩まなくて済むんじゃないかなと思います。はい、次、猫も同じ。まずは一般的なこの日本猫とか、あとアメショなんかもこの辺に入るよね。で、あとはちょっと顔が潰れた感じの子。ブリティッシュとかペルシャなんかもそうだよね。まあ、あと毛が長い短いっていうのはあるけどさ。で、あとはその、シャム猫とか、すごいこう、面長で細い子いるじゃない。まあ、そういう形の子とか、あとは大型種だよね。メインクーンとかノルウェージャンとかね。だいたい猫ならこの4つに分類するなって思っておけばいいんじゃないかなと思います。で、顔の形でタイプ分けできるように、はい。鼻の形もね、タイプ分けしてます。僕はこんな風に見てます。犬はね、3つに分類できるなと思っていて、猫は2つに分類できると思ってます。で、まず犬からいこうか。
この絵はねちょっとね下が尖りすぎちゃってるけど、でも分かりやすいように描いてんだけど、まあ丸みを帯びた逆三角形の形、まあ柴犬とかこんな感じになるのかな。で真ん中こんな感じの平たい横長の形がフレンチブルドッグとか顔の潰れた子、ああいう子に多い鼻の形で、最後この丸型の鼻っていうのはチワワとかトイプードルとかは比較的こういう鼻の子が多いんじゃないかなと思います。これねもちろん個体差があるからその子によってね違うんだけども、でもその子の写真を見て、あ、この子の鼻の形はこれだなっていうのが分かるよね。じゃあ次猫ね、これ違い分かります？鼻のこの端の部分、これがちょっと上がってるかこの完全に下がってるか、まあ、こういう鼻の形、まあ、せいぜいこの2つくらいだなと思いますね。で猫の場合はこの他にひげ袋の形、そこも違いがあるから、そういうところもねよく見るといいと思います。はい。というわけで、まあ犬の顔、猫の顔、もしくはね鼻の形っていうのもそれぞれ分類できるから、自分の中に情報としてこれをインプットしておくと作品作りに役立つから、まあ、これはね一つ知識として覚えておけばいいんじゃないかなと思います。はい、次基準の話をします。基準の話というのはね、作品を自分でしっかりできているかなってチェックするときに、このように自分の目線でねしっかりと作品が真正面を向いている状態、必ずこの状態でチェックするように僕はしてます。横向きの時もこのように、これ分かりますかね、ちゃんと作品がしっかりとこちら正面を向いてるよね。その状態でしっかり見る。でなぜかというとね、この基準がずれて作品作りをしちゃうとどうなるかっていうと、例えばここの部分をしっかりと作りたいと。で大体この目の高さとここの高さを合わせたいから、だからここをねしっかりとここの形を作るんだっていうふうに修正をするとしよう。その時にしっかりとこのね正面を向いているっていうこの基準がいつも同じだったらしっかりと修正できるわけ。でも多くの人がこの基準を持たずに作品作りをしているから、何が起きているかっていうと、作品がこうやって下を向いていたり上を向いたりしているのに気づかずにそのまま修正を加えてしまう。するとどうなるかっていうと、さっき言ったように、じゃあこの目のラインに合わせてここの高さをねしっかり作ろうと思ってね、ここ膨らませたりするじゃない。ここねエラの部分と、これは正しく修正できてると思う？これは正しい位置に戻したらどうだろう？本来この位置にしたかったのにこれだけのズレが出てくるんだよね。すると正面から見た時ももう顔の形がおかしくなるし、全てのバランスが崩れてくるの。だから常に基準とするものを決めて、そこから毎回同じ状態にして作品をチェックして修正をするとか手を加えるっていうことをする必要があるね。でこの正面の基準の動画があるので、それをこの添削くんのとこにね後で入れておきます。ここにちょっと入ってないけどね、正面の基準っていう動画を入れておくので、しっかりとチェックしてから添削くん使うようにしてください。で撮影する時もこのようにねしっかりと正面を向けて、でしっかりと写真撮影をするようにしてください。はい、じゃあ次は僕が実際に写真を見るときにどんな感じでねこの写真から情報を得ているかっていうのをね実際に画面上で話をしていきたいと思います。はい、例えばこの猫を作るってなった時に、一番最初ねこれから作品を作ろうって思った時に見てるのって何かっていうと、まずね一番最初ねこの目の大きさと顔の大きさですね。でこれで何を見てるかっていうと、要はこの子が目が大きい子なのか小さい子なのか、まずそこを見てるのと、で次にこれがすごい大事になってくるんだけども、この目と鼻、このね
位置関係がどれぐらいなのか、目と目の距離がどれぐらい離れているのか、この鼻までのここの長さどれぐらいなのかとかっていうのを見るために、僕は頭の中でここにね、こういうふうに三角形にして見るようにしてるんですよ。でもこれは僕の頭の中の話だから、このやり方を覚えなさいっていうことを言ってるんじゃない。こんなことはしなくていい。じゃなくて、とにかく大事なのは目と鼻の位置。この位置関係がずれると、似せて作ろうと思っても似てこなくなるし、おかしな作品になっちゃうから、だからまず一番最初ここが重要だよっていう話。で、次に、僕が気にするのはこのヒゲ袋ですね。このヒゲ袋。マズルの大きさ、形。で、これで何を見てるかっていうと、僕はね、これは、こんな感じで、このヒゲ袋の、この端っこ。僕はね、この目の位置を使って計測するんですよ。したら、作品作るときに、あ、これ以上大きくしちゃいけないなっていうのがわかるじゃないですか。まあ、そんな感じで見てますね。すごく単純に。で、もう一つ。ここもしっかり見ておかなきゃいけなくて、このね、ここの距離でね、ここの距離。ここも結構ね、短くなる人多いと思う。僕もね、最初の頃ね、短くよく作ってたな、ここ。で、短くなるとどうなるかっていうと、こういう風になるのね。すると、すごいね、可愛い顔になっちゃうね。ぬいぐるみっぽく。そこがリアルさがなくなる原因だったりもするから、しっかりとこの長さっていうのはしっかりと見極めてあげることが重要。あとはね、大きなところでいくと輪郭。この猫の輪郭を見るときに、僕ね、この一番この飛び出てるところっていうかな、この張り出してるところ。ここがどこに来るのかを見てます。これね、猫によって違うんですよ。その子によって。これね、写真の角度にもよるからあれなんだけども、例えばこの子だったら、一番この飛び出てるのってこの辺じゃないですか。ここ、わかります？ここ。でもこの子は、ここですよね、ここ。もうちょっと下になる。でこの位置が変わるだけで全然顔の印象変わってくるから、そういうところもね、しっかりと読み取るようにしてます。あとは耳の形なんかもすごく大事だよね。これもね、そのモデルの写真がどこ向いてる、耳をね、どこを向けてるかによって変わってくるんだけども、比較的ね、こっちがまっすぐで、こっちが少し湾曲してるじゃない、内側が。っていうような、その耳の形、どっち側がどうなってるだろうっていう、そういうところも見てます。あと、大きなところでいくと、まぶたの形。で、これも、このまぶたの形、なんとなく見るんじゃなくて、一番この高いポイントがどこだろうっていうのを見てます、僕は。で、下まぶたも、この一番この下がってるポイントはどこだろうっていうのを見てます。もちろんね、この目頭の位置、そして目尻の位置っていうのも当然見るんだけど、この4つのポイントを合わせたら、しっかりその子の目の形、まぶたの形を作ることができます。だからこういうところを見逃さないで、しっかり細かく見てあげるっていうことが重要。あともう一つ、さらに言っておくと、この鼻の大きさ、結構みんな大きく作る人も多いんだけども、これも僕は鼻の大きさを見るときに、僕はなんかこう近くにあるパーツと比べやすいから比べるようにするんだけども、僕は大体目玉をね基準に考えるんだけども、この鼻の大きさ、大体これぐらい。で、これが目玉より大きいか小さいかって言ったら小さいですよね。だから作品の時は絶対にこの鼻が目玉より小さくなるように作ります。そこを意識してないと大きくなったりするから、そういうところも注意する点。よく見ておかなきゃいけない点。あと鼻とかね、マズル周りで言うと、猫だったら特にこのヒゲ袋の形。この子はこういう形をしてるんだけども、これも同じで、さっきのこの顔の輪郭のどこが膨らんでるとかね、目玉のまぶたのどこが下がってるとかっていうのと一緒で、この一番下がってるポイント、どこかっていうのを見るのと、一番横が膨らんでるポイント。で、さっきも言ったね、このヒゲ袋の幅、横幅がどの辺まで来るのかっていう、このポイントさえしっかり見ておけば、形は作れるようになると思います。
みんなこういうところを見ないで、なんとなく作ってるから、だからヒゲ袋がこんな風に、すごいまん丸いものができたり、ここの鼻下の長さが長くなったりとか、そういうことが起きてるから、やっぱしっかり見てあげないと。で、今鼻下の話が出たけど、ここの長さ。ここの長さも、僕はこの鼻の縦の長さと、ここの長さを比べて、これはね、個体差があるよ。その子によって違うから、この子だったら、ここの長さとここの長さ、だいたい同じくらいじゃないですか。だから作品も、この鼻の縦の長さと同じくらいの長さで作るようにしてます。あと細かいこと言うと、この口元。これも、こういう風に、わかります？ここを、こんな感じで少し湾曲させると、また顔の印象違うし、こうではなくて、わかります？ここの角度。さっきはこうだったけど、今は逆でこういう風にしてるんだよね。ここの反り方っていうか。ここの角度をちょっと変えるだけでも顔の印象は全然変わるから、こういうところもしっかりと見る必要がある。そんな感じで、写真をただなんとなく見て、似てないなとか似てるなとかってやるんじゃなくて、ここの形どうなってるんだろうっていうのをもう細かく観察する。そして作品と比べてみる。とにかく徹底的にモデルの写真から情報を読み取るっていうことをやってみてください。はい。はい。というわけでね、3つ話をしました。まずは、情報を入れるためにね、ちょっとね、こんなパターンがあるから、これは覚えておこうねっていう話ね。それが一つと、必ず作品作りの時、あるいは写真を撮る時には、正面の基準。これをしっかりと守って、常に基準をぶらさないこと。そういう話をしました。で、最後ね、僕が実際の写真からどのようにね、情報を読み取っているかっていうね、一例をね、示しました。あんな感じで、とにかく自分なりの方法でいいから、ここはどうなっているんだろうっていうふうに興味を持ってよく見るようにしてください。すると必ずね、うまく作れるようになります。はい。というわけでね、それでは皆さんお待ちかねの第一課題です。まず課題については、この第一課題あります。第一課題のページを開くと、第一課題のモデル画像っていうのがあるので、これを押してください。するとこのように、猫の彫刻画像が出てきます。今回の課題は、この猫をしっかりと観察して作品を作ってみましょうです。で、作るのは首から上でいいです。で、耳までつけてください。髭は必要ありません。で、色をつけるのも必要ありません。手芸綿とか、綿綿とか、普段ね、ベース作りに使っている素材を使って作品を作ってみましょう。猫の顔ね、作ったことがないっていう人もたくさんいると思うので、そういう人は、まあ一度ね、この猫の作り方、練習してみるといいかなと思います。だけどさっきも言ったように、このやり方を覚えることが目的じゃないからね。これは、こういう風に作ったら、まあこんな風に作れるよっていう、ただの参考資料です。これを覚えることが重要ではない。っていうのだけ間違わないでください。はい。で、作品ができたら次、添削くんを開いて、はい。これ、ね、添削くんの使い方、後で動画見てくださいね。見てない人は。で、添削くんの方に、ここにね、モデルの写真、選んでもらって、正面なら正面、しっかりね、この枠に収まるようにね、拡大してください。で、次、作品を選ぶ。はい、正面の写真ね、選んでもらって並べてください。これね、今耳ついてないけど、皆さんはちゃんと耳まで作ってくださいね。耳も大事ですよ。このね、耳、どの位置についているのかっていうのをしっかりね、情報を読み取ってください。で、横顔についても同じようにそれぞれ選んで撮影をするようにしてください。このね、写真撮影の時にしっかりと正面の基準、それを守って撮影するようにしましょう。で、写真撮影ができたら、第一課題、このページを開いて、第一課題、提出ページ、ここに提出するようにしてください。それとこの入力フォームね、ここにコメントを書いてください。で、課題はここに書いてます。今回作った作品を添削くんを使ってモデルとね、作品の写真を並べたものを撮影します。で、それをしっかり見て、自分で
作品とモデルの何が違うのかっていうのを最低でも3つ記入してください。何でもいいです。自分が気づいたこと。これね、答えはないです。何でもいいんです。自分が、あれ、ここちょっとちっちゃいかなとかね、ここおかしいなって思った感じたこと。それを素直に書くこと。最低でも3つ、最大でも5つ記入するようにしてください。そして、その中からどれでもいいから自分がね、ここが気になるっていうところを挙げたものに対して1個だけ選んで、じゃあ自分ならその部分をどういうふうに直そうかっていうのを考えて書いてみてください。これがね、めちゃくちゃ大事なんです。はい。これがね、今回の課題です。とにかくね、この3つ。とにかくね、作品を見る。つまりイメージアップを図るために見るんだよ。そして、そこからいろいろ情報を読み取る。そして自分で考える。ここどうなっているんだろう。この口の形どうなってるのかな。耳の形こうやった方がうまくいくかな。で、とにかく考えて、多分でもこれならいけそうだなと思ったら、それをやってみる。それが、間違ってようが何しようがいいの。みんなここで上手に作ろうとするから、だから上手くなっていかないの。自分で感じたことをまずやってみる。そして結果ね、うまくいかなかったら、あ、それはちょっと自分の見方が間違ってたんだな、やり方が間違ってたんだなってやったことで初めて答えが見つかるから。あるいはそのままうまくいくかもしれないし、うまくいったらね、あ、やっぱり自分の感覚は正しかったんだって、もうそれが正解じゃない。っていうふうにやったら分かることなのに、多くの人は失敗を恐れてチャレンジしないのね。自分が気になったことなのに、実際に行動に移すことまでしない。だから上手くなっていかない。そして、もやもやずっと悩んでる。こうやったらいいのかな、ああやったらいいのかな、でも失敗したらどうしよう。そんなことを考えてる時間がもったいないから、さっさとやる。やったらわかるから。はい。というわけでね、第一課題についてはしっかりと彫刻画像の猫、これをね、しっかり見て作ってみましょう。そして最後にね、作品投稿するときに自分で気づいた違う点を3つ。それからそのうちの1つ、自分だったらどうやって直すか。そこまで考えてみましょう。この直し方も正解なんてないんだからね。自分がこうやったら多分直せるよねっていうふうに考えること。これがめちゃくちゃ重要なの。はい。というわけで、1ヶ月集中技術アップ第1回目のね、講義はここで終了となります。今日ね、初めてこの動画を見て、こんな講座やってるんだって思った人、これね、無料でやってますからね。で、まだ募集してます。明日19日の23時59分まで受講可能ですので、興味のある人はね、ぜひね、参加してみてください。もし、今回の課題のことでわからないことなどがあれば、サイトの中のこの最初に見る動画の中の質問はこちら。こっちからね、質問ください。そしたらみんな見れるから、LINE からね、こう質問来ると、ないし、みんながそれね、情報共有できないので、必ずこのコメント欄、ここから質問するようにしてください。とにかくね、失敗を恐れずに楽しみながら作品を作ってみましょう。はい、それではね、次の講義でお会いしましょう。それではまた。